スミラバン5速マニュアルホットハッチですわ。過去動画でエンジンルームを徹底洗浄したわよ。ホコリだらけのエンジンルームが新車みたいになったわ。今回は徹底洗車、徹底磨き、高級ガラスコーティング施工なのだ。ご視聴ありがとうなのだ。最後まで見てほしいのだ。白い塗装は艶消しガサガサ。ルーフパネルも艶消し、塗装が粉っぽくなっています。ルーフパネルとルーフモールの境目には黒ずみ汚れが堆積しています。鉄粉が大量に付着してザラザラ。フロント側ジャッキアップ。ジャッキスタンドをサイドメンバーにかけました。ジャッキを下げます。ジャッキスタンドのかかり具合を確認。リア側ジャッキアップ。ジャッキを下げます。ジャッキスタンドのかかり具合を確認。フロントホイールベアリングや足回りなどにガタや異音はないか点検。リアホイールベアリングや足回りなどにガタや異音はないか点検。ホイール4本外します。フロントブレーキパッド残量点検。残量は 80% 程度あります。キャリパースライドピンに固着はないか点検。ブレーキホースにひび割れなどないか点検。ドライブシャフトブーツに破れや損傷はないか点検。ステアリングラックブーツに破れや損傷はないか点検。リアブレーキドラムボルトをねじ込んで外します。リアブレーキの動きや組み付けの状態を点検。ホイールシリンダーにオイル漏れはないか点検。リアブレーキシューの残量点検。残量は 70% 程度あります。リアブレーキドラムに異常摩耗などないか点検。高圧洗浄機スイッチオン。タイヤホイール洗います。中性洗剤泡噴射。ダイソートイレブラシでこすり洗い。狭い箇所は洗浄ブラシを使いました。高圧洗浄機ですすぎ洗い。下回りの泥汚れなど水圧で飛ばします。フロント下回り洗浄。リア下回り洗浄。リアバンパー外します。泥汚れが堆積していました。テールランプも外します。普段洗えないところ徹底洗浄します。水圧で泥汚れを一気に飛ばします。後で洗剤で洗ってからコーティングを塗ったのだ。テールランプコネクターの水分はエアーガンで飛ばしているのだ。フロントタイヤハウス足回りの洗浄です。黒ずみ汚れを水圧で飛ばします。ホームセンターコーナン蓄圧式洗車クリーナーで泡噴射。ダイソートイレブラシでこすり洗い。高圧洗浄機ですすぎ洗い。ブレーキキャリパーも泡洗浄。リア側泥汚れ黒ずみ汚れを水圧で飛ばします。中性洗剤泡噴射。トイレブラシでこすり洗い。リアブレーキ足回り洗浄。
高圧洗浄機ですすぎ洗い。下回りを乾かしている間にエンジンオイル交換。オイルフィルターも交換。下回り乾燥後、シャーシブラックを塗りました。フロント足回りシャーシブラック。リア足回りシャーシブラック。マフラーに耐熱シルバーを塗装しました。下回りきれいになりました。フロント右側、フロント左側、リア側、ホイール取り付けます。固形のタイヤワックスをサイドウォールに塗りました。サイドブレーキレバーをしっかり引きます。ホイールナットを適正トルクで締めます。次は粉石鹸で洗車です。粉石鹸 100ml 程度に60度程度のお湯 900ml 足します。よく混ぜます。1日から2日でプリン状に固まります。ボディ表面のホコリや汚れを洗い流します。塗装に優しいスポンジを使います。油汚れ、泥汚れ、黒ずみ汚れ、よく落ちるプリン状石鹸でボディ全体をしっかり洗います。頑固な鉄粉、洗車では取れません。黒ずみ汚れ、水垢汚れはよく落ちます。ルーフモール境目の汚れはスポンジのこすり洗いでは取れません。ルーフモールを外します。ダイソーツインブラシとプリン状石鹸で汚れをかき出し洗い流します。頑固な汚れが残っています。ピカールのラビングコンパウンドを使います。コンパウンドを塗り込みクロスでこすります。注意点は磨きすぎると塗装が剥がれてしまうことがあります。ブラシとプリン状石鹸で黒ずみ汚れを洗い流します。頑固な汚れはラビングコンパウンド。シリコン成分が入っている超極細コンパウンドで仕上げます。フロントガラス洗います。ボンネットを洗います。劣化した樹脂パーツ、ドアミラー洗います。ドアガラス、ドアバイザー洗います。フロントフェンダー、ドアパネル洗います。ガラスモール境目の汚れ、ペンテルの絵筆ネオセーブル18号平筆使いました。コシがあってしっかりしています。程よい硬さで塗装に優しいと思います。ガラスとリアフェンダー、隙間汚れ、ペンテルの絵筆とプリン状石鹸、バックドア洗います。リアガラスの隙間汚れはダイソーツインブラシを使いました。エンブレムはペンテルのネオセーブル。
ロッカーパネルもしっかり洗います。ガソリン給油口の汚れ、プリン状石鹸と固めの洗浄ブラシで叩き洗い、コーティング剤で撥水加工しました。ドア内側ヒンジ部分の掃除です。プリン状石鹸と洗浄ブラシで汚れ落とし、きれいになりました。ヒンジ部分をグリスアップしておきます。余分なグリスを拭き取ります。ドアを動かしてグリスをなじませます。ドアロックもグリスアップ。洗車が終わりました。塗装表面の汚れはすっきり落ちましたが、ざらつきがあります。ルーフパネルの塗装のツヤが少しだけ復活しましたが、かなりざらついています。コーティング専門店の鉄粉クリーナーを使ってみます。ボンネットにムラなくスプレー。液剤が鉄粉に反応して紫色になっています。ボンネット全体にスプレー。塗装面にくっついている鉄粉を溶かして剥がします。柔らかいハケで液剤を塗りのばし、こすりました。液剤が乾く前に水でしっかり洗い流します。7割程度の鉄粉を除去できました。ルーフパネルにスプレー。ルーフパネルも鉄粉がびっしりくっついていました。ハケで液剤を塗りのばします。液剤を水でしっかり洗い流します。取り切れていない鉄粉を粘土クリーナーで除去します。水をかけながら粘土クリーナーを滑らせて軽くこすります。30センチ四方ごとに縦横滑らせて鉄粉を粘土クリーナーにくっつけます。取り除いた鉄粉が粘土に付着しています。時々粘土を練り込んできれいな面を使います。ボディ全体粘土クリーナーで鉄粉除去しました。フロントピラーガーニッシュ外します。ドアミラー外します。隠れていたところは汚れています。ウインカーランプ外します。ドア内張り外します。レギュレーターハンドル外します。アウターハンドル外します。普段掃除できないところは汚れています。湿らせたクロスで拭きます。シリコン成分が入っている超極細コンパウンドで艶出しと撥水加工。フロントフェンダーウインカー取り付け部分、アウターハンドルの取り付け部分、ピカピカツヤツヤです。左側のフロントピラー、左フロントウインカーランプ、左ドアアウターハンドル、ガラスモールカウルトップパネルをマスキング。ダブルアクションポリッシャー RSE1250 回転数は4に設定しました。角部分は塗装が剥がれやすいので磨きすぎに注意するのだ。プレスラインも塗装が剥がれやすいのだ。プラスチック部品の塗装も優しく磨くのだ。ウールバフ粗め、中め、細め。今回は細めを使います。
コンパウンドは 3M の磨き 1L ごく細め。艶消しのボンネットから磨くことにしました。コンパウンドを塗り伸ばしてからスイッチオン。軽自動車は塗装が薄いので磨くすぎに注意するのだ。様子を見ながら少しずつ磨くのだ。艶が復活しました。縁部分は磨きにくいので後でボンネットを開けた状態で磨きます。ボンネットのプレスライン、力を入れすぎないように注意しながら磨きます。ボンネット右半分磨きました。ボンネット左半分磨きます。ボンネットの縁部分を磨きます。ウールバフの細めから仕上げ用のスポンジバフに変えます。コンパウンドは 3M の磨き 2L 超微粒子。艶が復活した白色塗装、さらに仕上げ磨きをして表面ピカピカにします。ウールバフと同じ手順で磨きました。ボンネットの磨き終わりました。フロントフェンダー磨きます。ツヤツヤ。ラジオアンテナをずらします。ポリッシャー磨きピカピカ。ルーフパネル磨きます。ルーフパネル右半分磨きました。ルーフパネル艶出し磨きと仕上げ磨きが終わりました。ポリッシャーで磨きにくいところは手磨きです。ドアバイザーもポリッシャー磨き。細かい傷が取れました。ピカピカです。キーシリンダー外しました。線状の傷。深い傷は磨いても取れません。右ドアの磨き終わりました。艶消しのリアフェンダー磨きます。艶が復活。右リアフェンダー磨き終わりました。左ドア艶消し。左リアフェンダーツヤツヤ。左リアフェンダーは再塗装されています。左ドア磨きます。ドアのツヤが復活。左側面磨き終わりました。左リアフェンダーの下側のへこみ後日直します。フロントバンパー磨き。リアガラスのステッカー剥がします。ステッカー剥がし用のスクレーパー。ガラスクリーナーをスプレー。ガラスに傷をつけないように注意しながら剥がします。ステッカー剥がれました。バックドアのアウターハンドル外します。ハイマウントストップランプ外します。ラビングコンパウンドで黒ずみ落とし。超極細コンパウンドで艶出しと撥水加工。アウターハンドル部分艶出しと撥水加工。バックドアポリッシャー磨き。リアバンパー磨きます。ピカピカツヤツヤになりました。コンパウンドの磨きカスを水で洗い流します。水分を残さずきっちり拭き取ります。ガラスコーテイング施工で水滴が残っているとシミの原因になるのだ。ガラスモール、ドアモール、カウルトップパネルをマスキングします。
シリコンオフなどで塗装面をすべて脱脂します。未使用のマイクロファイバークロス3枚用意します。ハイテク X1 ボディコート剤8500を塗ってから2時間後、ダイヤモンドコートを重ね塗りします。液剤を塗り込み用スポンジに適量を垂らします。ボンネットの左半分、ムラなく液剤を塗り込みます。スポンジに液剤を補充しながら塗ります。ボンネットの左半分、コーティング剤塗り終わりました。次はボンネット右半分、コーティング剤をムラなく塗り込みます。1番のマイクロファイバークロスでコーティング剤を拭き取ります。2番のマイクロファイバークロスで拭き残し拭き取ります。3番のマイクロファイバークロスで仕上げ拭きをします。拭き残しがないか確認。ルーフパネルは右半分と左半分2つに分けてコーティング施工しました。バックドアコーティング、フロントフェンダーコーティング、ドアコーティング、リアフェンダーコーティング、フロントバンパーコーティング、リアバンパーコーティング。コーティング剤を乾かしている間にドアミラーを PP バンパースプレーで塗装しました。2回目のコーティング施工です。ダイヤモンドの粒子が入っているダイヤモンドコートを施工します。ダイヤモンド粒子を分散させるためよく振ります。1回目と同じ手順で施工しました。白い塗装にクリアを塗ったような仕上がりになりましたわ。その通りなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。チャンネル登録してほしいのだ。私からもお願いしますわ。ご視聴ありがとう